21、1羽のスズメでさえも。アサフはイエスの邪魔にならないように気を配り、イエスよりも20歩くらい離れて歩くようにしていた。イエスは時々入信することがあるので、口の聞けないアサフではあったが、離れて歩いていた。二人がある村にやってきたとき、イエスはそこでパン、塩、肉、ワイン、ランプ、油などを買い込んだ。それを見てアサフはびっくりした。アサフは荷の軽い方を、イエスは重い方を背負った。夕方になってヘルモン山は霧にすっぽり包まれてしまった。その夜は北風が吹いて、肌を刺すような寒気に襲われた。そこでイエスは、アサフが着ていた穴だらけの上着を脱がせ、自分の上着をアサフに着せた。イエスはアサフの着ていた上着をまとったのであるが、穴だらけなので、ほとんど着ていないのと同じであった。二人は黙々と山を登り、マナセという貧しい農夫の小屋にたどり着いた。マナセと妻はイエスを温かく迎えた。二人が足を洗ってから、マナセは旅の模様について二人から聞こうとしたが、妻が急に泣き出していった。せっかくおいでになったのに、我が家には一かけらのパンもなく、恥ずかしくてなりません。ああ、なんという貧しさであろうか。彼らの家には何もなく、ただ屋根が乗っているような小屋であった。そこでイエスは小屋の外に置いてあった荷物を持ってきて開いてみせると、マナスと妻は踊り上がって喜び、鳥のさえずりのような声を上げた。これまでにこんなごちそうを見たことはなかった。食物が分配され、みんなたらふく食べ、満足した。食事を済ませてからマナセの妻は、イエスの着ていた上着を脱がせ、繕い始めた。イエスは冗談を言いながらみんなを楽しませた。しばらくぶりで食事らしい食事をしたマナセは元気を取り戻し、自分が今までに描いていた夢を話し出した。彼はブドウ畑を栽培したかった。そのことに関する豊富な知識と経験を持っていたからである。彼はため息をつきながら言った。私が生きている間には、この夢は到底実現しないでしょう。でもね、誤解をしないでください。私は決して愚痴を言っているわけではありません。私の背負っている運命として、おそらく餓死が待っているでしょう。これもエホバの神の御心なのでしょうね。イエスは言った。エホバの神は、ちゃんとあなたのことを考えておられるのです。餓死させるようなお方ではありませんよ。マナセの妻が言った。いいえ、エホバの神は私たちを見放されたのです。一羽のスズメでさえも、天の御父はちゃんと覚えておられます。元気をお出しなさい。あなた方はスズメよりも優れているではありませんか。イエスの言葉によって慰められた夫婦は、打ち続いた悲しい出来事を打ち明けた。とりわけ悲しかったこととして、5人の子供たちが飢えて死んでしまったことを話した。夫婦はあまりにも悲しい出来事が続き、神から全く見放されてしまったと思っていたので、イエスが自分たちをからかっているのではないかとさえ思った。次の朝、イエスとアサフは彼らに別れを告げて旅立った。マナセと妻は山の崖に立って手を振っていた。すると突然イエスがマナセの家に駆け出していって、持っていた有り金全部を家に置いた。マナセと妻に気づかれないようにと思ったからである。直接渡そうとしても、マナセは絶対に受け取らないことをイエスは知っていた。マナセと妻が小屋に戻ってみると、イエスが言っていた神の恵みが即座に実現したことを知った。彼の目の前に素晴らしい世界が広がったのである。マナセはこの金でブドウ畑を買い、彼の優れた腕と勤労によって大変な収穫を得るようになった。しかも2人の息子まで与えられ、父母の大きな手助けとなった。マナセと妻は毎晩働きを終えてからエホバの神に感謝の祈りを捧げ、イエスの訪問と援助を感謝した。マナセの妻はこの幸せをどうしたらイエスに伝えられるのかと考えていた。マナセ自身はイエスが本来の目的に向かって旅を続けていることを霊の目で察知していた。